皆さんごきげんよう、上川薫です。トランプ大統領の関税政策によって世界中が株安の打撃を受けています。今日日本の株式市場も大きく値下がり。下落幅は過去3番目のひどさでした。今回の動画では、そうした状態の悪さについて解説するとともに、これまで言及してこなかったトランプ大統領が何を目指し何を考えてこのような関税政策を取っているかについて改めて解説しておこうと思います。従来私の解説というのは、トランプ関税によって悪影響が様々なところに出て、世界的な景気後退やもしくは日本自身にも悪影響が及ぶことを解説してきました。しかし、トランプ大統領には彼なりの一応理論があって、目的を叶えるための手段として関税政策を用いています。何が目的でなぜこのようなことをしているかを理解すれば、それがどれだけ無茶苦茶でそして無謀なことであるかをより深く理解することができるでしょう。それではトランプ大統領の目的などについての解説は後半に回すとして、まずは何が起こったかを見ておきましょう。まずは相場の急落を伝えるニュースから押さえておきましょう。株価、先週末より2644円値下がり、下落幅は過去3番目の大きさ。週明けの東京株式市場は日中を通じて全面安の展開となり、日経平均株価は先週末より2600円以上下落し、31,136円で取引を終えました。終値としては株価が4000円以上の急落となった去年8月、そして1987年のいわゆるブラックマンデーの翌日に次いで過去3番目に大きい下落幅となりました。トランプ大統領は東京株式市場についての話ではありませんが、アメリカの株式市場の大幅な下落についてコメントを出しています。トランプ大統領、株価下落は必要なプロセス。トランプ大統領のコメント、株価を下げたいわけではないが、何かを治すには薬が必要な時もある。アメリカは外国からあまりにもひどく扱われてきた。愚かな政権がそれを許してきたからだ。トランプ大統領はこのように述べ、株価の下落は貿易赤字の解消のために必要なプロセスだとの認識を示しました。また中国については、我々は1兆ドルの貿易赤字を抱えている。その問題を解決しない限り取引はしない。と強気の姿勢を崩していません。まずは日経平均年初来の動き。トランプ大統領の関税政策が発表される前は大きな変動は起きていませんでした。しかし、関税政策発表以後、株価は一気に下落。年初来から見た場合、日経平均はマイナス 20% を超えてしまいました。同じく年初来で見た場合、アメリカのハイテク企業が多いナスダック総合指数を見ると、同じくこちらも相互関税発表前であればそれほど大きな動きではなかったのですが、発表以後はいきなりズドンと株価が値下がりしています。年初来で見た場合、マイナス 19%。このような状況下において、アメリカの経済界からは失望の声が広がっています。フォーブスの記事、トランプに幻滅するウォール街、経済政策効果なし 72%。フォーブスの調査に応じたウォール街の大物のうち、半数以上が1月の時点ではホワイトハウスに復帰したトランプの経済政策を支持していた。しかし、今回の調査では 72% がトランプ政権の経済計画には効果がないと答え、66% はトランプの経済政策を支持しないと回答した。つい数週間前までトランプ支持者だった人々の3分の1以上がもはやトランプの経済政策を支持しておらず、その過半数がトランプは計画の実行に失敗していると答えた。トランプ関税の矛先は食料品からガソリンまであらゆる物価の上昇という形でアメリカの消費者に向けられるだろう。アナリストは2025年のアメリカの GDP 成長率が 2% を切る可能性があると予想している。成長率と収益の見通しが低下し、インフレの上振れリスクが加わると予想されるとアナリストは話す。これは株式市場にとって良い組み合わせではない。一部の業界はより大きな打撃を受けるだろう。アメリカの自動車メーカーは既存の保護措置や優遇措置のおかげで今回の関税の影響の大部分を免れたように見受けられるが、小売業界は大混乱が避けられないと見て身構えている。特に中国やベトナムなどからの輸入に大きく依存している衣料品・アパレル業界では、今回の大幅な関税引き上げが消費者価格の上昇につながることは間違いない。市場が混乱し、企業が対応に追われる中、ウォール街はトランプのリーダーシップに対する信頼を失いつつある。まず最初に私の解説から述べておくと、
トランプ政権の掲げたこの関税政策はアメリカ国民に大きな打撃を与えますし、それがひいてはアメリカの経済そのものも大きく後退させるものとなります。その余波はアメリカのみならず、アメリカと商売をする国々に対しても同様に悪影響が広がっていきますから、世界経済全体に対しても打撃を与える行為です。ですから、従来の経済政策の標準モデルからすれば、トランプ大統領の掲げたこの関税政策というのはかなりのマイナスの影響が大きいことから基本的には低評価になりがちです。と、ここまでが従来の解説です。では、今回の動画では逆の視点、トランプ大統領が何を目指して何を行おうとしてこの関税政策を用いているかについて解説しておきましょう。この話を解説するにあたってはいくつかの前提条件を皆さんにお話ししなければなりません。まず動画の最初の部分で私は株価についての話をしました。しかし、この動画を見ている人の中には、普段株価は全く見ておらず、何の興味もないし、上がっても下がっても自分とは関係のないことだから、それで大騒ぎしているのが滑稽だなと思う方もおられるかもしれません。もしもあなたがそのように思うのであれば、今回の話はトランプ大統領がまさにターゲットにしている人です。日本と比べてアメリカの貯蓄率については大きな差があります。日本では株式投資をする人よりも基本的には現金を銀行の口座に貯めておく人が多いです。アメリカにおいては働きもするし、同時に働いて得たお金をもとに株式投資を行い、株価が上がればそれをもとにして老後生活する資金を獲得することによって早期リタイアするといった生活を夢見る人たちもたくさんいます。そしてそれを実際に成し遂げた人もたくさんいます。例えば今回年初来の株価としてナスダック総合指数を上げましたが、ここ5年間での上昇率は先週の急落を含めてもプラス 90% 以上と、投資をした方が圧倒的にお金が増えた人が多いです。しかしこのような話が全く自分とは関係のないものであり、むしろこれまでそうやって株式投資で儲けてきた人たちを破壊すべき対象だとみなしている人たちがいます。それが見捨てられた人々、アメリカの経済発展の陰に隠れる形で何の恩恵も受けておらず、生活苦にあえいでいる人たちがいます。アメリカの大統領選挙においてこれら見捨てられた労働者の人たちをトランプ大統領は自分こそが味方であり、あなたたちのためにアメリカの繁栄を取り戻してあげるといった話をしました。その活動の標語と言われるのが Make America Great Again マガ運動です。アメリカ国内の製造業が世界各地へと分散していったのにはそれなりの理由があります。それは世界的に貿易が展開していく中にあって、それぞれの国での関税が引き下げるなどしてビジネスがよりやりやすい状況が生まれていきました。それに加えて物流革命で地球儀の上では非常に遠い場所であっても船にコンテナを山積みにして船便で送れば結構安い値段で国を越えて物をやり取りすることがかなりやりやすくなりました。そのためにアメリカ国内で製造するよりもアメリカ国外で作って、それでいてはるか彼方の海の向こうから製品を輸入した方がはるかに安く製品が手に入るといった時代がと変化が起きたのです。一方でアメリカ自身の経済成長は続いていきました。しかしそれはハイテク産業に代表されるような非常に多くの労働者を必要としない、むしろ一部のトップエリートのエンジニアらによって成し遂げられるようなソフトウェア産業であったり、もしくはブランドを作って世界へと販売するようなちょっと虚業にも近いようなものがアメリカ経済の発展を支えました。田舎の工場でずっと何十年も働いていた人が工場が閉鎖されて海外へと移転、その後仕事を探したとしても給料の上がる目処のない全国チェーンレベルのお店での働き口しかないといった具合にして未来へと絶望する人たちがいるわけです。このような人たちに投げかけられる言葉としては、アメリカの伸びている産業にくら替えすればいいじゃないか、プログラミングを勉強すればいいであるとか、マネジメントをもっと勉強しろみたいな話で、そうはたやすくない現実を突きつけられるわけです。これらの人たちの屈辱的な感覚といったものをトランプ大統領が拾い上げる形でアメリカに製造業を戻そうというストーリーを掲げました。その時に最も目の敵にされたのが中国です。実際にアメリカと中国との間における貿易赤字はアメリカが圧倒的に赤字を抱えています。中国で安く製造されたものが大量にアメリカへと持ち込まれて市場を占有しているわけです。それをもってしてトランプ大統領はアメリカは
国際貿易市場の中で富を奪われている側だという主張を行っているのです。そのために相互関税と言いつつも、実際には関税があまりかけられていない国に対しても貿易赤字があるじゃないか、これを解消しなければということで、貿易赤字と輸入総額のこの2つの値から割り算して作られた数字をもとにして相互関税と名付け、相手国に対して強い関税をかけるといった政策へと打って出たわけです。そしてトランプ大統領はこの関税政策の発動が未来へとつながるという話をしています。高い関税を設けることによって製造現場を海外からアメリカ国内へと戻す。その上でやろうとしているのが通貨安政策です。今度は為替の話になりますが、通貨が安いと何がいいかといえば、それは国内で作ったものを他の国に売るときに有利になります。このためトランプ大統領は中国の人民元や日本の円に対して通貨安へと誘導するようなことはやめよといった形で警告を行っています。ただし日本の場合だと通貨安政策など取っておらず、単純に日本円が安いがためにドル高になってしまうという現象で、これまで日本円は1ドル160円ところまで行ってしまいました。決してこれは政府が誘導した話ではありません。しかし、そんなことはトランプ大統領には関係のない話で、アメリカからの視点としてそのような通貨安へとなっているということは、日本側の方だけとにかく輸出に有利になっているじゃないかと批判する対象になったわけです。ですから、今回の記事でも少し紹介しましたが、株価が下がることそれ自体は別に目的ではなく、関税をかけることによって製造業を戻すそのための余波として起こった出来事であり、株価を下げることそれ自体が目的ではないというのです。そしてトランプ大統領が見捨てられた労働者の人たちを救い出すという目的から、株価が下がっても問題のない人たちであることと同義なのです。これらの人たちは日々の生活に疲れており、株式市場で大儲けをしている人たちはむしろ憎悪の対象ともなっているような人たちです。このような人たちがまさにトランプ大統領にとっての岩盤支持層となるわけです。このようにトランプ大統領の目指しているものというのは、アメリカ国内に製造業を戻し、それによってアメリカ国民に仕事を取り戻す、その工業力をもってして輸出大国へと戻り、アメリカを昔の姿へと、偉大な国へと戻そうという夢を描いているわけです。さて、ここまでトランプ大統領の目指す先の話をしました。ここからが私の批判部分です。トランプ大統領はこのようにしてアメリカ自身がどう変わるか、そのために何を行うかといった話で関税政策を掲げ、それに基づく世界各国に対してアメリカへの投資を促しています。製造拠点をアメリカに戻すためには、海外企業からアメリカ本国へと投資を行い、製造拠点である工場を作ったり、物流施設を整えるなど、様々なところでお金を投下させる必要があります。海外での製造をやめてアメリカでの製造を始めれば、貿易赤字も減少するし、それに伴ってアメリカで物を作るようになれば、関税政策についても見直してあげようというのが長期的な計画です。しかし、この話にはもう様々なところからそうはうまくいかないだろうというツッコミポイントが山ほどあります。そもそも今のアメリカにおいては失業者が大量にいるような状態ではありません。なんだかんだ言って多くの人々が仕事がある状態なのです。確かに田舎の地方における衰退産業に関わっていた人たちが仕事を失って将来展望の開けないような仕事しかないといった状況へと陥っている場面は多々あることでしょう。しかし国全体で見た場合においては多くの人々が高い時給で働いており、そのために消費生活を謳歌しているという国が、それがアメリカです。ですから、すべての製造業をアメリカに戻すということ、それ自体がかなり無理難題なのです。海外で時給100円とか200円で靴や服を作っていた人たちがいて、それらの仕事をアメリカへと戻すというのは、そもそも凄まじい値上がりを招くことであり、現実的な話ではありません。アメリカが中国に対して貿易赤字が凄まじいというのも、実はアメリカの製造拠点として中国を活用してきたからだといった面も忘れてはならない一面です。アメリカの企業が設計、デザイン、そして販売というこの3つの流通過程を抑えて
部品や製造組み立てといった中間部分については中国へと担当させるといった形で、アメリカの企業は必勝パターンを作ってきました。それは医療品であろうとも、携帯電話であろうとも似たような構図です。トランプ大統領はそのビジネスモデルそれ自体が愚かなことだったと言いますが、その愚かなことであったものであろうとも、アメリカの経済発展を大きく支えてきたのは間違いありません。その象徴的な話としてよく出てくるのが、Apple の販売している iPhone がこのままだと 40% 以上値上がりするかもしれないという試算です。トランプ大統領にはトランプ大統領なりの理論をもってして関税政策を打ち出したわけですが、アメリカを製造業の国として復活させ、それに伴ってアメリカを強い国へと戻すのだというその構想それ自体が今のアメリカには合わないビジネスモデルなのです。現在のトランプ大統領の周りには、あくまでもトランプ大統領のやりたいことに合うような人物しかそばにいることができません。これはどの国の政治指導者にも起こりがちなのですが、耳の痛い話をする人たちをどんどんと遠ざけていくことによって、最終的には破滅的な選択肢ももはや止められないような状況に陥ることがあります。前回の解説動画で私は、本来であれば支持母体であるはずの共和党の議員の人たちの中から批判している人たちが出ていることをお伝えしました。しかし、今のトランプ大統領はそうした意見に耳を貸さず、むしろ反対意見を述べた共和党の議員たちにすら制裁を加える可能性が高い状態です。そのようにして文句を言う者を排除していけば、最終的にはイエスしか言わない人物しか残らないこととなります。トランプ大統領の言うアメリカ第一主義は、アメリカさえ良ければいいというのを前面に打ち出した政策です。そこに世界経済がどうなるかといった話や、もしくは友好国がどうなるかといったそういった相手国との協調という視線はありません。アメリカという超大国という経済力や軍事力を背景にした行動だからこそ、ある程度押し通せる部分はありますが、だからこそ世界の不安定要因としてトランプ大統領の言動はこれからも注意して見ていかなければなりません。というわけで今回はトランプ大統領がなぜ相互関税という政策を打ち出してきているのかについて解説しました。多くの人々にとってはアメリカの都合の話ばかりで、そこに世界経済がどうなるかといった話や友好国の立場がどうなるかについての配慮が全くないことに気づくでしょう。しかしそれがトランプ大統領にとっては関係のない話であるといったことを押さえておく必要があります。トランプ大統領の言うアメリカ第一主義とはそのような意味合いも含んでいるのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。